あなたが作りたいものを AI が形にしてくれる時代になりました。写真をアップロードするだけで AI がその形を読み取り 3D モデルを自動で作ってくれる、そんなサービスがハイテム 3D です。しかも作ったモデルはそのまま 3D プリンターで印刷して実物を手に取ることができます。そして今回このハイテム 3D がさらに進化しました。新しく追加されたのが 1536p プロモード。特徴は複雑な形状に強いことです。そこで今回はこのモードの実力を確かめていきましょう。そして最後にはちょっと意地悪なデータも試してみます。ぜひ最後まで見てください。こんにちは、東京九段工作ラボです。このチャンネルでは 3D プリンターの分かりやすい解説や生成 AI による 3D モデリング、そして 3D プリントをもっと楽しむアイデアを発信しています。ぜひチャンネル登録をして一緒にものづくりを楽しみましょう。ハイテム 3D、 前回の動画では楽器とか車を作ってみたんですが、その再現度が本当にすごかったんです。そして今回はさらにその上、細かい形や模様まで再現できる 1536p プロモードが新しく追加されました。幾何形状、つまり人が作るような精密なデザインを再現するのが得意なモードです。ということで今回はまず王冠を使って試してみましょう。この後実際にどんな 3D モデルができるのかを見ながら、ハイテム 3D の特徴や使い方を分かりやすく解説していきます。そしてこの動画の最後に誰でも綺麗に 3D モデルを出力するコツも紹介しますので、最後まで見てくださいね。ハイテム 3D のいいところは、写真があれば 3D が作れるというシンプルさです。さらに精度を上げたい場合は、前後左右から撮った写真をアップロードするとより正確になります。今回は王冠を撮影してハイテム 3D にアップロードしてみます。左右は対称なので前後右側の3枚を使いました。そしてこのフラグシップモデルは精度を重視した AI なので少しだけ生成に時間がかかります。これはすごいです。細かい装飾のエッジまでちゃんと出てます。宝石の部分も潰れずにしっかりと立体になっていますね。ではこれをこのまま STL ファイルでダウンロードしてバンブースタジオに読み込んで印刷していきます。サイズはバンブースタジオ上で少し拡大しました。ディティールが細かい分サポート材もたくさん出てますね。うまく外せるかな。やってみます。ただここでちょっと感じたのが、モデルの精度が高すぎて 3D プリンターの方が追いついてないかもしれません。ノズルをもっと細かい 0.2mm に変えるとか、積層ピッチをさらに細かくする、あるいは光造形プリンターならこの細かさを改善に再現できるかもしれません。同じようにティアラとかブローチも試してみました。どちらも割と細かい細工をしてあるもので、これらが再現できるのかっていうので印刷しています。でブローチに関してはちょっと平たいので、この台座をノマドスカルプトで追加して印刷してみました。結果はどちらもすごい精度ですね。ほんとびっくりしました。
ここまでは人間が作る精密で幾何学的なデザインを試してきました。じゃあ次はちょっと意地悪な実験をしてみようと思います。ハイテム 3D が得意なのはこういう規則的な形かなと思ったんですよね。でも自然が作る形って全然違うんですよね。形がバラバラで同じものが一つもない。そこで試したのがキャベツです。キャベツ。今回はキャベツを4方向から撮影してハイテム 3D にアップロードしました。果たしてハイテム 3D はこの自然が作り出した形をどこまで再現できるんでしょうか。できました。いや、これ想像以上です。刃の重なりがちゃんと層になっていて、一枚一枚このカーブ綺麗に再現されてますよね。であと葉脈の部分も立体的に出ていて、思わずこれ本当に AI が作ったのって思うぐらい。この結果を見るとハイテム 3D が自然の複雑さまでちゃんと理解している感じがします。ではこのキャベツも 3D プリンターで印刷していきます。すごいすごいすごい刃のうねりとか葉脈がちゃんと出てます。ということで、ここまでで人間が作る精密な造形と自然が作る複雑な形を試してみました。どちらもハイテム 3D が見事に形にしてくれました。特にこのキャベツは想像を超える出来でしたね。さて、綺麗にハイテム 3D で 3D モデルを出すコツを紹介します。まず1つ目のポイントは撮影の光です。写真を撮るときは全体が均等に明るくなるようにしてください。影があるとその部分が暗く潰れてしまってハイテム 3D が正しく形を読み取れなくなることがあります。2つ目のポイントは背景を透過にすることです。撮影した写真の背景をそのままにしておくと不要な部分まで読み取ってしまうことがあります。これを防ぐには背景をきれいに消すのが一番です。おすすめはキャンバです。キャンバを使えばボタン一つで簡単に背景を透過にできます。他にも Photoshop などのツールやチャット GPT やナノバナナのような AI に背景を透過にしてって頼む方法もあります。どんな方法でもいいので背景をきれいに透過にしてからアップロードするのがおすすめです。撮影の光、そして背景を透過させる。この2つを整えるだけでハイテム 3D の精度はぐっと上がります。ちょっとしたひと手間ですが出来上がりが本当に変わるのでぜひ試してください。冒頭で少し触れた薬師寺の金堂の写真、実はこれ旅行で撮った1枚なんです。キャノンの一眼レフで撮影したので画質は綺麗なんですが正面から撮ったわけでもなく、三面図も用意できません。こんな写真で本当に 3D にできるのと思いつつ試しにハイテム 3D にアップロードしてみたんです。そしたらできちゃいました。できちゃったんですよ。で細かい部分までちゃんと形になっていて見えていない裏側はハイテム 3D が自動で補って再構築してくれていました。このね、特に屋根やこの屋根というかひさしを支えているものなのかなっていうそんな細かいパーツはこれは 3D プリント無理だろうと思ったんですけど、ものは試しで印刷してみることにしました。で自宅にあるこのバンブーラボ A1 ミニで印刷して夜の10時にスタートして朝の9時に完了したのかな。でサポート材を外していきました。これ結構大変です。はい。で出来上がりがこちらです。
すごくないですか？たった1枚の写真からここまで再現できるなんて、さすがにFDM 方式の 3D プリンターなので細かい部分は難しいですが、屋根の形とか全体のバランス、奥行き感とか、自分でこれ 3D モデルしようと思ったら無理って思ってたものがちゃんと形として残るって、これって本当にすごいことだと思います。もし大切な思い出の場所やもう残せないようなものが写真で残っているなら、その1枚からミニチュアとして形にすることもできるかもしれないです。たださっきもお話したように、その写真の光が不十分だったりピントがボケている写真だとうまくいかないので、その点はご注意ください。だけどハイテム 3D の精度の高さっていうのを改めて感じました。ここまで見てきてハイテム 3D って本当にすごいな、使ってみたいなと思った方も多いと思います。概要欄のリンクから新規登録していただくと、今なら100クレジットが無料で付与されます。つまり高精細モードを1回無料で体験できます。今回紹介した 1536p プロモデルは1回の生成に60クレジットを消費します。無料で試せるのは1回だけになると思うので、ぜひ注意したように光がしっかり当たった写真で、ピントが合ってて背景が透過になってる状態で試してみてください。で、ハイテム 3D は有料プランは月額制で、初月最初の月は 50% オフの約 9.9 ドル、約1600円ですね。2ヶ月目以降は 19.9 ドル、日本円にして3000円ぐらいになってます。まずは最初の月だけ試してみて、必要に応じて継続するか解約するかっていう使い方が一番手軽だと思います。この動画を撮影した後で数日とか数週間のうちに機能や価格が変わることがあります。特に最新の AI のサービスほど進化のスピードがすごい速いので、お話しした機能が例えばバージョンアップしてたりとか、逆に提供が終了したりすることもあります。なので実際に使ってみようと思った時には、その時点で必ず公式サイトでの最新の情報を確認してください。実際にハイテム 3D を使ってこんなものを作ってみたよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。編集後期です。ハイテム 3D ほんとすごいですよね。写真さえあれば 3D にできちゃうので、これイラストからもいけるんじゃないって思ったり、自分のフィギュアを作るのを手伝ってもらおうかななんて思ってます。今回のハイテム 3D の高精細モードも実はかなりいろんな写真で試しました。で、動画で紹介しきれなかったんですよ。で、それはショート動画で出していきますので楽しみにしてください。あと今回フィラメントにもこだわったんですよ。王冠やティアラとかブローチとかってキラキラ感出したいなって思って、キラキラ系フィラメントを使って印刷しました。特に最近ここにかかってるかな、 CC3D というものかな、シルク PLA フィラメントゴールドがお気に入りです。これ本当に金色なんですよね。概要欄に今回の作品で使ったフィラメントのリンク貼っておきますので参考にしてください。あと3D プリンター側の設定をもっと追い込めば、この高精細のディテールはもっと綺麗に出せると思います。この研究課題にしたいと思っています。でもこの薬師寺のこれ出したのを見て、本当に生成 AI の 3D モデリングすごいわって思っています。これからもこのワクワクを皆さんと一緒に楽しんでいきたいです。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。
この東京九段工作ラボでは 3D プリンターの分かりやすい解説や生成 AI による 3D モデリング、そして 3D プリントをもっと楽しむアイデアを発信しています。チャンネル登録、高評価をいただけると動画を作成するモチベーションになりますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。